KT です。今回は10月16日に発売となった ROG Xbox A 来2機種、こっち無印の廉価版とこちらが X っていう上位モデルになります。こちら2機種を ASUS Japan 様より貸し出ししていただけたので、今回レビューしていこうと思います。と言っても、がっつりしたレビューっていうのが、ちょっとね、この2機種ともがっつりってなかなか難しいと思うので、プラスもともと自分で所有しているこちら、ROG A 来。はい、こちらの初代もあって、細かい比較を今更これを買う人はいないと思うので、もともと持っていた人が、新しいものを買うのにどうかっていうところの比較は簡単にはしようと思うので、ちょっとね、ボリュームありすぎるので、ということで、今回はめちゃくちゃざっくり、悩む部分、どんなことが使えるのかとか、そういうのも含めて丸々記録をしようと思います。あんまり編集に時間をかけることもできなそうなので、はい。で、その上で、ある程度把握した上で、別で、ちゃんとまとめた動画が、撮れればいいかなっていう感じで、最低限触るところはちょっと記録したいので、はい。という感じなので、ダラダラするところはあると思うんだけど、よかったら、リアルに自分で触れるような感覚、そんな感じで、まったりと眺める感じで見てもらえたらと思います。はい。で、とりあえず、もう一回おさらいすると、こっちが廉価版になります。そして、こちらが、上位モデル。こっちの方がスペックが高いっていう感じになります。価格とかそういうものに関しては画面の上に出すとか概要欄に入れようと思うんでそちらチェックしてください。価格差としてはどんぐらいだろうね。3万、4万ぐらいの差があるかな。はい。で、こっち先にセットアップして、最初の Windows のアカウントのセットアップとかして、こっち今セットアップ中なんだけど、結構時間かかってるので、こっち放置した状態で上位モデルを先に触っていこうと思います。はい。今、起動したまんまかどこか何もいじっていない状態です。はい。で、これが何かっていうのを全く分かっていない人もいると思うので、ざっくり紹介をすると、モバイル型のゲーミング PC、ハンドヘルド PC なんていうふうにも言われたりするのかな？はい、になっています。で、ゲーミングデバイスみたいに、専用の例えばスイッチとかそういう類のものかなと思っちゃう人もいると思うんだけど、そういうことではないです。普通の Windows が入っていて、Windows 11が普通のパソコンと同じように使えます。下にタスクバー出てるので、なんとなくわかると思うけど、例えば Adobe 系のものをインストールして、スペックさえ足りれば動画編集することもできるし、Photoshop も使えるし、もうまんまパソコンと考えてください。なんだけど、この形状からしてわかる通り、ゲームに特化した、遊びやすい感じ。コントローラーの形状ですぐにゲームが、快適にプレイできるみたいな感じになってます。で、今回 Xbox っていう名前がついているところに関しては、ちょっと明確な理由って言われるとわかんないけど、コラボとか提携してやってるんだろうなっていうところになるんだけど、とりあえずね、Xbox のゲームが簡単に遊べるようにはなっています。こんな感じでこれ Xbox のゲームパスっていうものの画面になります。で、ゲームパスが何かっていうと、めちゃくちゃざっくり言うと、Netflix のゲーム版みたいに捉えてください。月額の料金を払うことによって、ここにね、めちゃくちゃこういう風に大量に並んでいるゲーム。はい。これが全部、その月額料金だけ払っていれば無料でプレイができます。はい。で、ちょっとね、細かいところ言うと気になくなっちゃうんだけど、プランとか当然何種類も分かれていて、一番上位のプランとかにすると、ゲームのね、インストールとかすることなく、クラウドゲーミングとして遊べます。クラウドゲーミングつって、ソフトのインストールとかダウンロードすることなく、もうネットの回線に接続して直接、オンラインで接続してプレイするみたいな感じです。ネット回線はだから当然、必要にはなるけど、インストールもすることなく、時間も手間もかけることなく、コールオブデューティーだとかそこら辺もあるし、その他、有名なものとかだと、普通にバイオハザードとかも遊べたりします。バイオハザードどこあるかな？今パッと出てこないけど、バイオハザードもあるはずです。で、ネットフリックスとかアマプラとかと一緒で、期間が一定期間過ぎたらゲームがタイトルが外れてしまうとかそういうこともあったりするので、そこはちょっと注意というか、そういうものだと思ってプレイしてもらうしかないはないんだけど。はい。で、さっき触れたクラウドゲーミング。ここはもうね、インストール不要なので即遊べます。即遊べるっていうのはどういうことかというと、今タップしたらもう本当に即遊べます。で、これがね、個人的にはめちゃくちゃ推しのポイントです。せっかくさ、携帯性に優れたやつじゃん。この PC の中で動かないので、その負荷がかからないわけだね。単純に送られてきた映像に合わせてここで操作してるっていうぐらいの感じなので、そうだから低スペックのパソコンとかでも遊べるっていうのはクラウドゲーミングのメリットにはなります。はい。とは言っても、一応こっちの上位モデルとかはインストールして使うのにも十分なスペックがあるっていう形にはなると思うので、もちろんゲームによっては厳しいものもあるとは思うけど、はい。個人的にはね、本当にね、このクラウドゲーミングっていうところはめちゃくちゃメリット。と思っています、ゲームパスに関しては。
はい、まあで、こんな感じのことができて、とりあえずじゃああれかな。まずはゲームってところで適当なものをじゃあさっき言ったみたいにやってみようか。例えば、こっち起動したぞ。廉価版が起動しました。ちょっと待ってください。BIOS の更新が必要なんだ。画面外で電源をつないで更新をしてみます。じゃあなんか適当なものをとりあえずやってみようか。まず。この車のとかなんかちょっとわかりやすそうかね。やったことないけど。まあね、これがね、一番のメリットです。やったことないけどよくわからんけど、ちょっとやってみようかなっていうことができるっていうのがめちゃくちゃメリット。ちょっとね、なぜか今言語英語になっちゃってるんだけど、今これね、インストールとこっちプレイウィズクラウドってあるけど、そもそもこのクラウドゲーミングはそれこそプラン依存で上位のプランの方じゃないとこれは遊べない。だからちょっと高めのプランにする必要はあるんだけど、で、このクラウドゲーミングというかこのゲームパスってもの自体はちょっとね、この前値上げしちゃったってのがあって一気に高くはなっちゃったんだけど、最上位のモデルで2750円ぐらい月額。はい。そして他のプランだと、プランはまあさっき言ったみたいにプラン依存でいろいろできることできないことあるので、そこはチェックしてもらいたいんだけど、1000いくらぐらいからあります。そうだから最上位のモデルでも、まあ2750円で、もし遊びたいタイトルがいっぱいあるんだったらめちゃくちゃお得なので、だってさ、その月額の3000円だけでいろんなタイトル遊べるわけじゃん。で、ラインナップちゃんと見てもらってないから、判断つかないところもあるかもしれないけど、あとは一番のおすすめになるのが、個人的にめちゃくちゃそこのために活用しているっていうのが、これもプラン依存はあるんだけど、ゲームが発売した当日からもう遊べます。だからつまりさ、ゲーム1本普通に売ってるものとかだったら8000円9000円とかするものとかあったりするじゃん。そう、それがね、発売日にもうこの月額今で言ったら2750円のこれに加入しているだけで遊べちゃうわけよ、初日から。めちゃくちゃすごくない？ここなんだよね、一番のポイントは。で、まあ、ただ、その、初日から対応ってものは限定的なこともあったりとか、あとはタイトルがやっぱり Xbox によることが多いかな。そんなことないかな。初日で Xbox 外のもので来たこともあるものもあるとは思うんだけど、だから逆に言えば、そのタイミングだけゲームパスに加入するっていうのもありなんだね。気になったタイトルあって、ゲームパス初日対応してるんだってなったら加入しようっていうこともできちゃう。はい。そこら辺がめちゃくちゃおすすめです。はい、ちょっと飛んだけど、まあ、とりあえず、まあ、インストール版を遊ぶんだったら、こっちのインストールってやります。ちょっと英語でごめんなさい。で、このクラウド版今回はやろうと思ってね、クラウドにします。はい。で、これ今、もうこれコントローラー型なので、このまますぐに遊べる雰囲気になってるけど、今読み込み中になってます。デスクトップとかだと、この画面は、クラウドゲーミングに関しては、ゲームによっては、コントローラーがないと遊べないってものもあるので、そうなるとここでなんかエラー画面みたいなので、コントローラー接続してくださいって出たりします。まあこれもね、どんどんすごい勢いで、このゲームパスって進化しているので、その流れの中でキーマウに対応するゲームっていうのも登場したりしました。そのさ、ゲーム側の会員登録が必要なものとか当然あったりするので、そこはまあちょっとしょうがないとは思うんだけど、I don't have game クラブアカウント。持ってないでこのまま遊べないかゲストで。ダメか、会員登録しなきゃダメか。ダメっぽいです。いやー、ちょっとこれはごめんなさいだな。なんかわかりやすいもので、パッとしたもので、まあ有名どころだと、フォールアウトとかも、今どうかわかんないけど、フォールアウトってほぼほぼ全部、シリーズ全部遊べるような感じでタイトル揃ってたと思います。過去に見たときはそうだった。まあさっき言ったみたいに外れることもあるから、あれなんだけど、まあこことか見ると、コールオブデューティーとか、ここら辺もあるよね。こことかもそうだね、これ。初日とかそういうのはわかんないけど、コールオブデューティーブラックオプス7、最初のやつ11月4日ってなってます。11月4日発売日なのかな。もしそうなら、これも今回も初日から対応ってことになるのかね。まあ、見てもらうと、インストールってなってるから、まあ、これは遊べる、このゲームパスの対象に入ってるってことだと思います。なんか、事前インストールができたりとか、なんかそんなのがあったりするんだけど。で、クラウドも対応予定ってことがね、クラウドって出るよ。これは当然、あれだよね、まだできないもんね。試し直してみよう。で、そんなことやってる間に、廉価版の方、無印が、シャキン、ROG の起動音がさっきから鳴ってるので、再起動を繰り返してるみたいです。めっちゃ鳴ってんな。はい、無印の方も正常に起動できました。ちょっとワンドライブがまたね、いきなりもう同期とかインストールして勝手に始まったので、そこのアンインストールだけして今使えるようにしました。はい。で、ちょっとね、今画面出せるかな？どうやら、この Xbox 用の全画面モードみたいなのが存在するらしく、ちょっとしょっぱなそれになっちゃったんだけど、左のメニューのこのゲームパス、こう切り替えられるんだけど、このゲームパスのタブに行って、そうすると右上に Xbox 全画面表示と出ていました。ここをタップします。はい、そうすると、まあ全画面モードっていう形になって、タスクバーとかも多分上がってこない
はい。今こんな画面だったけど。もうデフォルトだと起動時点でこれが多分立ち上がるんだと思います。なので、もうゲームだけに集中して遊ぶみたいな感じに、最適な形になってるんじゃないかと思います。で、この全画面表示だと Windows のホーム画面いけないので、ここの下のところ上にスワイプすると、はい、ここに Windows デスクトップ、今こっちなので、で、Windows デスクトップの方を押すと、はい、Windows デスクトップに切り替えていますとして、はい、こんな感じでタスクバーが普通に上がってきて、もうこの Xbox の方に関しては普通のウィンドウモードになっています。はい、こんな感じで切り替えできるっぽいです。さっきちょっとメニューとかここら辺出せなかったかもしれないけど、普通に Windows のボタンを押した時にこういう風に普通の Windows の形でもう触れるようになってます。繰り返しになるかもしれないけど、Excel だとかそういうのも普通に使えるようにはなっています。好きなものをインストールして、本当にパソコンとして使えます。はい。で、こっちでも一応ゲームパスログインして、両方とも、同じ状態というか、はい。両方ともゲームパスでログインしている状態です。で、今、こっちは、ちょっと話戻すと、クラウドゲーミングの方、コールオブデューティ起動しました。で、ちょっと把握できました。コールオブデューティシリーズに関しては、ランチャーが存在していて、コールオブデューティの専用のアプリがあって、その中からゲームタイトルを選ぶようになってんだね。そう、だから、7がまだ発売もしてないのにさ、なんで、これ、クラウド行ってどうなっちゃうんだろうと思ったら、そういうことでした。ランチャーが起動しました。で、ちょっとね、コントローラーで俺はプレイができないのでやってもあれなんだけど、一応ちょっと、試しっていうところで、どんな感じかちょっと操作してみようと思います。いや、とりあえずもう操作のまともに多分できないと思うので、コントローラーでは。で、ゾンビにしてみよう。ちょっとわからんけど。はい、この左上の Xbox のボタン。ここを押すと、こんな感じで各種メニュー、いじれるようになってます。ここ、あれか、ゲームバーに該当するのとかも開きます。Windows G で普通の Windows パソコンで出せるけど、録画機能とか、そこら辺の絡みもここから起動できるっぽいです。あとは、ここから、ライブラリとかゲームのライブラリかにちょっと待ってください。で、これがね、この A 自体のいろんな各種設定になります。これ、初代の時もこんな感じの表示だったんだけど、例えば、ここら辺は電源モード。どのぐらいパワーを使うかっていう、もうこの最大のが一番、安定して動作してくれる。あんまりね、低くしちゃうと、ゲーム側がね、処理追いつかなくて音がね、なんていうのかな。音がププ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 みたいな感じになったりとか、動作おかしくなったりとかするんだけど、はい。こういうの切り替えるのと、あとは下の方、ここら辺は、コントロールモードに関しては、ちょっとね、英語、なぜか英語なのでわかんないので、ここね、過去の A ラインのとこから考えると、マウスモードとコントローラーモードを自動で切り替えるって感じになります。押すたびにゲームパッドモードと、デスクトップモード、つまりは、あれだね、マウスを動かすモードが切り替えられたりとか、はい。そんな感じになったり、あとは、ここら辺は、解像度の切り替えかね。はい。ここで切り替えられるっぽい。あとあれか。これ、リアルタイムの、モニタリング。はい。画面右上に、こんな感じで、バッテリー、あれ、FPS も出るはずだよね。出てます。今、60になってる。今、ロビーみたいな画面で変えたけど。はい。こんな感じになっていて、あとは画面のこの左の方に、ボリュームとか、この画面の明るさとかもあります。ここちょっと今ミュートにしたんだけど、はい、こんな感じで音入ります。ちょっと一回またミュートしておきます。で、あとはここから、もう、あれだね、再起動とか、シャットダウンとか、スリープとかもできるっぽいです。ここは Y ボタンを押すことによって、機能の追加できるっぽいです。はい、Y を押すとこんな感じで、初代の A ライとかでも、ここら辺で多分こんな感じでできたと思うけど、ここざっくり見てみると、使うようなものとして画面録画。画面録画今加えてあるのか。ここがもうすでにあるところだね。削除。で、追加の場合は、ここ、追加選んで、ここから項目を選ぶって感じになります。で、あとは、わかりやすいものだと、あっていいかなと思うものだと、例えば、スクリーンショットの撮影。はい、これここに追加すると、こんな感じで追加ができます。はい。で、ここから例えば今スクリーンショットを押します。はい。ここに保存されます。で、ちょっとこれでゲーム一旦行ってみよう。はい、始まった。操作できるね。ちょっとね、マジでコントローラー俺使えないからさ。いや、最低限は使えるけど、FPS でってのはちょっと無理がある。ゾンビか。ゾンビか。ほい。はい、ちょっと待って。リロードどうやってするんだ？リロード普通に X かな。あれ、銃持ってなくなっちゃった。いっぱい来る。危ない。
まあ今これはクラウドゲーミングなので、この PC 自体のスペックには関係なく動いてます。言ってみたら、映像がストリーミングで送られてきてるだけで、操作をそれをこのコントローラーでやってるだけなので、まあ厳密には違うだろうけど、言ってみたら YouTube を見るぐらいの処理ができるものであれば動作する感じ。だからまあせっかくの上位モデルでさ、この遊び方ちょっとね、もったいないって言い方するとあれだけど、やられちゃった。まあいいや、とりあえずこんな感じです。まあ、クラウドが即遊べるっていうところに関しては分かってもらえたんじゃないかなと思います。ちょっともたついたけど。まあこんな感じで他のゲームに関しても本当にね、即遊べる。クラウドのゲームなら。なんかなって言ってな会員登録とかさっきみたいに出ちゃうとさ、なんかせっかく説明してんのにって感じになっちゃうから、慣れちゃう部分もあるんだけど、まあ要はそういうことです。もう会員登録とか、もうゲームが依存で仕方ない部分もあると思うんだけど、そう、これはね、まあ余談として言うと、フォルツァモータースポーツっていうレースゲーム、フォルツァホライゾンとかっていうのがあるんだけど、これがね、なんだろうな、FPS 界で言うとこのタルコフみたいな結構シビアなの。まともに走れないぐらいもう、カジュアルなレースゲームとかでみんなやったことあるようなゲームの感覚でやるとね、もうね、全く走れない。常にコースアウトみたいな感じの、すげえシビアなゲームなんだけど、そう。で、これと並行して別で存在しているフォルツァホライゾンっていうシリーズがあって5まで出ていて、これはね、ちょっとね、ドリフトとかもできるようなタイプの、ちょっとこっちはなんだろうね、サーキットで走るような感じなんだけど、それに対して普通に街中を走ったりとか、オープンワールドになっていて、いろんな拠点目指して、その場で起きるイベントこなしながらとか、なんかそんな感じでプレイできるようになっています。そう。で、それのね、最新版、いつ発売かわかんないけど、次に出るやつが日本が舞台って言って、これめちゃくちゃ期待されている。映像も綺麗なので、これめちゃくちゃ期待。だからそういう時にこのゲームパスは、気になる人はそのタイミングだけでもゲームパス入ると、おそらくね、このフォルツァシリーズはもう看板ゲーム的な感じなので、Xbox において。だから間違いなく初日リリースに対応すると思います。多分。結局多分って言ってるけど。だからそのタイミングだけ合わせてこのサブスク加入すると、まあこの本体、このさ Xbox 以来とか関係なく普通のパソコンとかでもできるし、言ったら、契約だけ登録だけ済ましちゃえば、スマホでもクラウドゲーミングに対応してもらったらスマホでもプレイできちゃいます。要はそのスペック関係ないので、この本体側は。あまりにもさ、めちゃくちゃ古い、その YouTube の再生すら困難なものだったらもちろん、そのデバイスが無理だろうけど、はい、みたいな感じになります。ここら辺がめちゃくちゃ魅力。で、ちょっと、実際のスペックの確認もちょっと動作とか確認したので何か1個インストールをしてみよう、この本体に。まあ、繰り返しになるけど、今プレイしていたものに関しては、そのインストールすることなく、もうネット回線で直接リアルタイムで操作した感じになるので。じゃあ何かわかりやすいものでなんかないかね。これがさっき言ったフォルツァホライゾンって方のやつ。じゃああれか。これをインストールするか。今のやつインストールするか。結構重めのゲームなので、この判断にはちょうどいいかも。はい、こんな感じで。そもそも空き容量がどんぐらいあるんだろうね。148GB も使うじゃん。875。そっか。もう上位版と無印の差はここで出てるね。こっちは多分この数字からしてちょっと正確にわかんないが875空いてるってことはおそらく1テラとかなのかな。SSD が。記憶の容量っていう話になります。ちょっとこれはインストール開始しておきます。はい。で、こっちに関してはさっきの残り400なんとかってところも見る限り、こっちは残り見る限り多分500とか512とか500とかそのぐらいなんだろうね、きっと。あとは普通に CPU だとか、そこら辺が違ってるのもちろんあると思うけど、ここら辺のスペックに関して概要欄に載せるというか、公式サイトに飛んでもらうか、リンクは必ず概要欄に載せるので、あとは画面上にもし出せればどっかのタイミングで出します。とはいってもな、今回こういうダラダラやってる回だから、ちょっとね、テロップもそんな入れられないと思うから、ちょっと申し訳ないけど、最悪その公式の方に飛んでチェックしてみてください。はい、ちょっとインストロ一応こっちでも同じゲームを入れてます。はい。で、普通のパソコンなので、普通にブラウザとかも使えます、当然。はい。で、ちょっと、こっちの上位のモデル、特にこっちに関しては、動画編集とかも一応試せるだけ試そうと思うので、Adobe Creative Cloud のアプリをインストールして、プレミアムプロもインストールをしようと思うので、はい、Adobe へ行き、こんな感じで普通にブラウザも開いて、普通に、ネットサーフィン的なこともできます。はい、その後ゲームのダウンロードは完了しました。インストール版。はい、ちょっと Forza Horizon 5の前に Biohazard RE3、こちらを両方にインストールしたので、こっちの方が、みんな知ってるゲームタイトルとしては、Forza よりも分かりやすいかと思うので、こっちちょっとプレイしてみようと思います。ちょっとね、操作性がね、初代の時からそうなんだけど、あんま良くはないんだよな。なんか、このさ、PC モードとコントローラーモードの切り替えというかさ、これがね、よくわかんなくなっちゃう。はい、じゃあこれ、プレイ押します。
FPS だとかそこら辺はここに出すようにしているので。で、今回のこの件はおそらくその FPS なりに大きな差がここ2つで現れると思うので、この辺りにも注目してっていうとこかと思います。これ何するのかね。ちなみに今 FPS 80とかで80前後で推移している印象です。今歩いてるだけだから、こっから戦闘とかになった時に落ち込むとか普通にあり得るとは思うけど。一体何なの？なにこれ。なんで母言ってんの急に。何かに襲われたってこと？スキップしちゃいけないとこだったじゃん。タイラント？おっと、いきなりこんなスタートなんだ。そんなもの通用せんでしょ。ないよりはマシか。ちょっとここら辺は動きちょっと出てきてるので、FPS7、80かね。窓から出た。ここから入んのか。めっちゃ手がきつい。タイラントだよね、きっと。どう最初襲われたのか、そのシーンを見たかったな。このムービーシーンに関しても、FPS は変わらず、80、90ぐらいってとこです。ちょっとあれかな、このぐらいに済ましといた方がいいかな。これでちょっと本体を切り替えるか。ちょっとここでじゃあ終了します。終了はちなみに、この左上の Xbox ボタン。これを押して、ここにこう出るので、これのバツを押すことで、ゲーム終了になります。とりあえず、上位モデルの Xbox A-Line X で、今の感じ、80、90? 7、80だっけ80前後っていう感じでした。で、対して、こっちの廉価版、こちらもインストールをした形になっているので、もろにスペック依存で、その FPS の数値とかも変わってくるはずなので、じゃあちょっと廉価版の方でも行きます。ここら辺になった。階段降りてきたあたりだ。てかさ、画質とかどうだろう？わかんないけど、起動時点で自動最適化で、設定のグラフィックのプランが選ばれてるとかそういうこともあるかなと思ったんだけど、どうなんだろうね。ちょっと荒く見えるような気のせいかな。でもさ、これさ、もう外に出ちゃってんね。おっと、掴まれたー。危ない。さっきのシーンの先だよね、もう。ちょっと待って。リアルタイムモニターを表示しなければ。これでいこう。FPS47、50、30から50ぐらいで遷移してる印象です。死んじゃった。FPS50 ぐらいかね。50代で今遷移。ちょっと動きが激しくなって今30後半ぐらいまで押しています。怖い。何これ何すんの？何もしなくていいの？ただ向こうに逃げるだけでいいのかな？大丈夫？怖い。ちょっとコマ落ちというかカクカクなってたかな今。ちょっと目をそらしていたんだけど。どこ行った？好みはあると思うけど、こうやって見ちゃうと白が安っぽく見えちゃうね。ちょっと普通に遊びたくなってきちゃったな。バイオ3なんてさ、だってさ、プレステとかの時代だよね。相当グラフィックしょぼかった時代のそれのリメイクってことか。3って全然覚えてないな。2はなんとなく覚えてるけど、2は屋敷から出て、街に出てからのストーリーだよね、多分。3ってなんだっけか。結構カクカクする瞬間あります。あとはじゃあこんなもんで、こことここの差に関しては分かったと思うので、続いて、フォルツァホライゾン5、プレイしようと思います。一応こちらのゲームは、起動時点で自動の最適化が、入るようになっているので、もうこれが自動で設定された感じになります。全体的にこうになっていてオフの箇所があるけど、多分プリセットこうに設定されたってことじゃないかと思います。これでちょっとプレイしてみようと思います。一応、ゲーム側にさ、
FPS の上限とかあるやつもあると思うけど、これ本体の方にも FPS 設定、上限の設定があります。ここのところから行って、はい、ここの FPS リミッター。ここで30、45、60、90、120マックスとなってます。一応ちょっとマックスにしておきます。ゲーム側の FPS 上限かかってるから60になってんね、今。ちょっと待ってください。ゲーム側の FPS 上限がかかってる気がする。60のままになってる。はい、ビデオ設定でとこに FPS 上限設定だったので、120が設定できたので、120にしました。ちょっとあれだな、夜のシーンになっちゃってめっちゃ見づらいな。はい、FPS に関しては70ってとこか。ってなると、無印側はどうだろうね。厳しいかな。設定下げればまあ、いい話かもしれないけど。今もう、撮影、ウェブカメラで撮影してモニター側を見ています。画面見づらいので。個人的には視点はやりづらくてもあえてこのゲームの場合はこの視点にしてるかな。あとは一応、この視点とボンネット視点とかもあるにはある。せっかくだから昼間で景色が綺麗な感じを映したいところだが。今見ていると、60代、60後半から70ぐらいってところでしょうか。はい、無印の方でプレイをしてみようと思います。ちょっともしかしたら初回起動かもしれないので、最初に最適化入っちゃうかもしれない。そうするとちょっと時間かかってしまうので、おそらくターンマス単位でさっき設定したグラフィック設定とか関係なく自動で最適化を一旦してくれるはずです。こういう時には便利だね。なんかね、その自動最適化って迷惑でしかないって個人的には思っていて、普段。何かというと、例えば配信をしようとか、録画をしようとした時に、そこの分のリソース確保しないまんま、このデバイスの、全力かわかんないけど、動かせる範囲である程度いい設定に勝手にしちゃうんだよね。だからそこで録画とか配信とかのソフトを動かしちゃうと、もう完全アウトみたいなことになっちゃいます。そう、それがね、厄介。でもこういうふうに普通にただ遊ぶ分には問題ないね。むしろありがたいかもしれないけど。はい、一応、こっちも本体側の設定は、120、マックスか。マックスにしておきます。はい。起動の時点でやっぱり最適化、自動最適化入っています。はい、無印の方も自動最適化完了しました。結果的にはプリセットで見るとこうとなっているので、同じ感じになってるってことかね。おそらく全く同じな気がします。となると露骨に数値に差は出てくるんじゃないかなと思うんだけど。はい、いきなりシステムメモリ不足と出ました。やっぱ厳しいんだね。ってことは、じゃあ設定を下げよう。ちょっとね、このゲームね、厄介なのはここだわ。プリセット切り替えした時に再起動を伴うってことかな。なんかね、厄介なことあるなと思ったんだけど。このあたりが、例えば、あんま直接関係ない話になっちゃうけど、録画をしたりとか、配信ソフトを使って、このゲームと一緒に使おうとしたときに、さっき言ったみたいにさ、自動最適化をして、その別のソフトのことを考慮せずに最適化されちゃうわけよ。で、プリセットをマニュアルでいじることもできるんだけど、細かに調整して保存することもできるんだけど、その時にゲームの再起動がかかっちゃうから厄介ってことだったのかも。なんかさ、微妙にさ、録画ソフトのこと考えて、こんぐらい大丈夫かなって試すけど、毎回再起動してみたいなことなのかね。はい、とりあえず、プリセット、中にして、とりあえず動作はしそうです。はい、FPS 設定はもう最高の120に設定しておきました。これでちょっと走ってみよう。一応そんでもあれだね。60には到達しないかもしんないけど、でもほぼほぼ、50ぐらいか。50から60ぐらい。今見てると、安定的な FPS が40ぐらい、40ちょっとぐらいってことかね。ここからあんまり動くことなく、もうひたすら40で継続プレイみたいなことになるだろうか。でもちょっと上がってるの50になってるのは、速度が落ちるとちょっと FPS 上がってるか。夜と大違いだね。大丈夫か？なんか水の中かなんか突っ込んでるかと思った。ちょっと見づらくてごめんなさい。ちょっとね、操作がね、同じ位置固定してんのが
難しい。まあ FPS40 から50ってとこでしょうか。あれ、上位モデルなんだったっけ ?70 前後って言ったっけ。はい、まあなんか途中で触れたみたいに、そう、この感じの、これの日本版が来るっていうと、どうでしょうか。ちょっと今これで見ても景色の綺麗さとかこっち、プリセット下げちゃってるのもあるかわかんないかもしれないけど、結構ね、綺麗なので、これで日本の街並みは結構やばそうなんじゃないかっていう。世界中で期待されていると思う、きっと。はい、ということで、まあちょっとフォルツァホライゾン5もこれで終わりにしようと思います。こう考えるとやっぱりスペックの差っていうところが、上位モデルとは結構な差が出るので、バイオほどではなかったかね。でもな、まあ倍の差ではないけど、こっちは70前後だったとしたら、まあ30ぐらいは違うわけだもんね。2、30か。欲しくて余裕があるんであれば断然上位モデルがおすすめだとは思います。これさ、もちろんさ、今ゲームだけのことじゃなく、ここからもうちょっと別のアプリ、動画編集のソフトは試すとかはしようと思ってる。なんか他の用途に使うとき、いざ出先でそういう作業にも使おうと思えば使えるじゃん。まあ、キーボードとかないとさすがにきついとは思うけど、普通に仕事とかの作業ではクリエイティブなこととか、まあ、クリエイティブなことやるってのにちょっと無理があるかもしれない。ただ、スペック的にはこっちはいけそうかなっていう感じもするので、実はね、さっき動画の書き出し試したんだけど、まあ、普通に書き出しできました。そういう意味ではね、こっち買っとけば、1台でゲーム実況して、録画して、編集までいけちゃうかも。はい、その後ちょっといろいろと試していて、まず、モンハンワイルズのベンチマーク、測定したので、こちらを見てみてください。はい、こちら、問題なくプレイできますとして、スコア12504、FPS73 平均となっています。で、重要なのが、この Xbox 世代だと、動作するときの電源モードっていうのがあって、大きく分けてこの3種類あります。サイレント、パフォーマンス、ターボ。はい、右に行くほどパワーが出る。まあ、このワット数書いてあるけど、それだけのパワーで動くって形で考えてもらったらいいと思います。まあ、サイレントとかだと動かないものもあったりするんだけど、いろいろカクカクなってる音がおかしくなったり。今のモンハンに関してはターボでベンチマーク測りました。で、今 25W ってなってるんだけど、これさらに上のワット数出て、電源のケーブルつなぐと、その時にはワット数上がります。なので 35W で計測したはずです。はい。この結果。そして、もう1パターン一応計測しました。はい、この結果、設定変更を推奨します。8620、FPS 平均50。こちらに関しては、さっきの電源モードでいうところのパフォーマンス、この 17W。はい、これはもう 17W そのまま。ケーブルつなぐともう勝手にターボになるので、はい、の結果が、こちらになります。なので、まあ、問題なく、まあ、最低限は動くかなっていう。はい。で、あとは重要なのは、ゲームとベンチマークの時点で最初に多分自動で最適化してくれたので、設定に関しては、ここに出ている解像度、フル HD のグラフィックプリセット最低で、このスコアっていう形になります。同じ感じで、無印廉価版の方でも測定しました。同じように電源のモードは、電源ケーブルつないで一番ワット数出ている状態で、この感じです。動作困難ですとなりました。スコア5157、平均 FPS25 なので、もう相当厳しいと思います。で、さらに自動最適化では、1280×720 になってます。で、グラフィックプリセットこうとしてこの結果になります。なので、ここに関しても細かい設定が個別で調整できるので、そういうのやれば、まあ、とりあえず FPS だけ確保して、見た目汚くっていうのは、まあ、どうだろうな、実際に試せてないのでわからないけど、できるかもしれない。はい。ちょっとその理由は後で言うけど。はい。で、もう片っぽこっちは、電源モードをもうパフォーマンスにした状態だと、まあ、こんな感じになります。こっちも、まあ、そうだね。600ぐらいの差 ?400 差か。400差スコア。まあ、ほぼそんなに変わりはない状態で、どっちにしても厳しいんじゃないかなっていう状態です。で、細かい設定をいじったときにできる可能性があるっていうのは、この初代の ROG エライ、これをモンハンワイルズのね、発売する前のベータのテストの時なんだけど、試した時にめちゃくちゃいろんなところを下げまくって、グラフィック犠牲にしてみたいにしたら、FPS40 ぐらいは出るようになりました。人によってはもうちょっと出るって言ってた人もいるかな。ただそれはもうね、ある種緊急回避的にもう本当にグラフィック捨ててっていう感じで割り切れる人だったら、まあもしかしたら、
こっちの無印でも遊べるかもしれない。実際の動作はさせてないので、しかも、この初代の方の時は、発売前の状態だったので、発売後の方が安定するとは思うんだけど、アップデートとか繰り返してゲーム自体が重くなるってことも考えられなくはないので、はい。ちょっとそういうところも頭に入れてもらった上で、モンハンワイルズが確実に遊びたいっていうんだったら、上位モデルのこっちの X の方にした方が絶対にいいとは思います。はい、ここからは、Adobe のプレミアプロ動画編集ソフトになります。こちらが動作するかっていうのを確認しようと思います。はい、今普通に無難に起動はして、一回ちょっと軽くは試したんだけど、で、この作業にあたって、さすがにこのコントローラーでは無理なので、USB ハブつないで、ここからワイヤレスでキーボードとマウス飛ばして、これで操作しようと思います。このキーボードと。はい。ちょっとマウスここだと反応しづらいかな。ちょっと反応しづらいので、ちょっと見苦しいかもしれないけど、ちょっとこのシートとか、これめくってここでそっと操作するので。で、もう一点、このディスプレイではちっちゃいし、ちょっとね、モバイルモニターに接続しようとしたんだけど、ちょっとね、これはモバイルモニター側の多分問題で、うまく動作しませんでした。別にこれに限らず、他のものでもね、なんか USB Type-C で反応しなくて、ちょっと原因わかんないんだけど。なので、本当はモニターで見てる人にも伝わりやすい方がいいなとは思ったんだけど、別で試そうと思っていた AR グラス、はい、X リアル Air 2、ちょっと古いモデルになるんだけど、これを使用しようと思います。見た目上伝わりづらいと思うんだけど、これをこいつに Xbox エーラーにつなぐことによって、このサングラスの中に、ここのね、画面が出力されます。なので、目の前に大画面でこういう風に広がって、普通に結構でかい感じに映るので、そこだったらちゃんとね、俺的には映像を確認しやすい、作業しやすいので、ちょっとそれでやろうと思います。ただし、こっちが何も映んなくなっちゃうかな。それだとちょっと微妙なんだけど、一応試すだけ今試してみようと思うので。こういう時も本当にね、初代ではできなかった。そのためにこのハブも買ったんだけど、今回のモデルは USB Type-C 2つあるので、こういうことができてしまう。はい。1個しかないってやっぱ厳しいよね、普通に。はい。今、接続したので、映像がもうこっちに飛んでるって形になると思います。これ2画面出力できないのかな？ちょっと一応そこも試してみようとは思うけど。ちょっとじゃあごめんなさい。ここはもう作業して結果だけ映します。はい。実際にプレミアプロで編集してみました。めちゃくちゃ簡単だけど、短い動画、もうこれ用に撮影を今ここ撮影したものをリピートして合計で10分ぐらいにしました。そして調整レイヤーかけて色味だけちょっと調整して頭の方にだけ何個かテロップを入れた今文字出してるみたいなちょっとだけエフェクト入れて全然重い処理のものではないんだけどこれを実際に書き出ししてみました。この作業は AR グラスとキーマウでやりました。はい。で実際に書き出した動画っていうのがこちらになります。一応2パターンでフル HD のものとはい、ちょっと流します。じゃあ先に。はい、今、Xbox エーラーを使って動画編集のテストをするにあたって、はい、その動画素材として記録しています。はい、ちょっと大きな、なんかめくったりしてるけど、Xbox エーラー X に USB ハブで、はい、こんな感じで、今のがフル HD になります。で、フル HD のデータに関しては、3、4分ぐらいで書き出し完了しました。10分の尺の動画、元の素材がフル HD のもので、それをプレミアプロ上に配置して、リピートして1分ぐらいの動画をリピートしたのかな。で、10分ぐらいの長さにした上で、フル HD で書き出して、3、4分の感じです。で、こっちが 4K になるんだけど、再生はしなくてもいいか。はい、今、Xbox はい、見た目上は大差、今のだとわかんないと思うけど、4K で書き出しをしたところ、時間が10分、11分ぐらいかかりました。はい。でも特にエラーとか出ることなく正常に処理完了して、あとはファンが例えばめちゃくちゃ鳴ってたとかそういう印象もなかった気がします。ちょっとちゃんと気にできてなかったけど、おそらくなんかごくごく普通に処理はできてたんじゃないかなと思います。その間に他の作業をしてどうかとかってまだ試してないんだけど、割とね、ちょっとごめんなさい。タスクマネージャーとか見てはいなかったんだけど、割と余裕はあったように思います。で、ちなみにその書き出しを行った時っていうのは、はい、電源モードはこのパフォーマンス 17W で書き出しをしました。
なので、これはターボにするとか、あとは電源コードつないで充電状態にすると 35W まで上がるので、その状態だったら書き出し速度も向上する可能性あるんじゃないかなと思います。ここはも何とも言えないけど、普通に考えて、例えばスマホとか iPhone レベルとかでも書き出しするときとか動画、電源つないでおくだけでパワー出るみたいな話もあったりするので、実際それを体感したこともあるので、ちょっとこれでは試せてないんだけど、多分もうちょっと余裕を持って、時間短縮するとか、普段の編集の作業に関しても負荷かかることなくできるんじゃないかなと思います。編集中は特になんか重いなとかそういうことは、今回のデータでは特に感じませんでした。もっとがっつりエフェクトとかかけたりしたらもちろんいろいろ支障出る可能性もないとは言えないけど、結構安定してる感じがして、この感じだったら普通にね、外出先に持って行ってゲームやったりの中、動画編集とかめちゃくちゃ重いものとかさすがにこれでやろうとする人はいないとは思うけど、最低限の例えば粗くカットだけ済ませるとか、そんなのは全然もちろんできるし、それはスマホの方のプレミアプロのアプリあるからそれでいいと思うけど、テキストとかテロップ入れたりとかも全然できると思います。ただしキーマウとかないとさすがにきついとは思うけど、はい、みたいな感じです。今回はこの動画、この感じで、大雑把に全体いろんなもの、一応クリエイティブとゲームが試したっていう感じで、これで終わりにしようと思います。そしてちょっとタイミング見て、まだ1ヶ月間ぐらいお借りできる、1ヶ月ないかな、2、3週間ぐらい書いてられるので、できれば今回のところ把握したところをもうちょっと短い動画にまとめてゲーム編、例えばもうちょっと要約してまとめたものと、こっちの動画編集だとか、他の例えば Photoshop 使ってみるとか、他にもできることは例えば OBS でのライブ配信とか、はい、そういうところも試した動画をちょっと上げられたらなとは思います。はい、いろいろとレビューしなきゃいけないものとかあったりするので、ちょっと優先順位どうするかなっていうのはあるんだけど、今回参考になったとか、その別のバージョンとかを見たいっていう方いたら、ぜひ高評価、そして何かあればぜひコメントお願いします。一応要望とかあれば、そこを確認した上で対応できるところは次の動画とかに反映していくとか、そんな形にできればと思うので。はい、ということで、ガジェット関連中心どんどん動画を上げているので、よかったら YouTube トップの方から他の動画もチェックしてみてください。はい、では今回は以上となります。最後までありがとうございました。さようなら。